それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、関係性の浅いお相手との恋の行方、お相手のお気持ち、これからどうなっていくのかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。そして今回申し訳ございません。1番の方、前半音声不良がありまして、今音声のみ取り直しております。ご了承ください。カードに沿って、今声を当てていっていますので、そしてまたところどころ音声が戻ったりしていますから、そのあたりを組み合わせて編集して行っていきます。そして関係性の浅い恋愛、お相手がどう思っているのか、まずは今あなたのことをどう見えているのか、お相手から見た今のあなたの印象について、フェアリータロットから1枚カードを出していきます。出たカードはスターのカードです。大アルカナ、とっても明るい、いいカードですね。ポジティブな意味合いが伝わってきます。スターのカードなので、あなたのことをいいな、憧れだっていうふうに思っているかもしれない。遠くから見ていて素敵だなとかね、笑顔が素敵っていうのも入ってくるんです。元気がいいとか明るいとか、いつも笑顔でいるなとかね、好印象ですよね。とってもいい憧れ的な存在、またはキラキラして見えるっていう風に出てくるので、あなたのことを見ていると前向きな気持ちになれるとか、あとはあなたが優しい人っていうのも見て取ることができます。近くにいる方なのかもしれません。同じ領域にいるというか、職場が一緒だったりとか、生活圏内が一緒、SNS でもつながりがあって、遠くから見ているよとかね、実際会えていないんだけど見ているっていう方もいるかもしれないですね。まだ浅い関係性っていうことなので、ただお相手の中では好印象です。そしてオラクルカードからも1枚カードを出していって、お相手が今どう見えているのかっていうのも出していこうと思います。はい、こちらのオラクルカード、芯がしっかりしているとか逆境に強いっていうように感じます。明るい、持ち前の明るさであなたは乗り越える力を持ってるんだなとか、どんな困難があってもあなたはめげない、なんか落ち込むとか疲れたとか、あまりそういう愚痴とかを言わずに頑張るんだっていうような気持ちとか言葉として出してるんじゃないかなっていうふうに思います。そのようにお相手が聞いていたり見たりしているんじゃないかなっていうのも伝わってくるんですね。自分に向かい風が訪れたとしても明るく乗り越える、頑張るよっていう風にあなたが言ってるところを見ていたりとか、打たれ強い人だなとか、実はね明るく振る舞ってるんだけど芯がしっかり通っていて強い人なんだなとかっていうのも思ってるかもしれません。どんな困難にも恐れない、負けない、頑張っていくんだっていうようなあなたのお気持ち、そしてお相手が悩んでいたり落ち込んでいたり、周りの人もそうですよね。周りの人が沈んでる中、あなたがそれを持ち上げてくれるっていうような印象も持っているみたいです。周りの意見に左右されないっていうところもあるんじゃないかなって思うので、あなたらしさっていうのが伝わっていると思います。では早速ですが、このお相手と今後仲良くなっていけるのかなっていうところでもらっていこうと思います。タロットカードを使って展開していきます。お相手、そうですね、お相手目線で見ていきます。お相手目線で今どんなことを考えているのか、あなたのことについてどうしようと思っているのか、また期待していることや恐れに感じていることはあるのかっていうところでもらっていきます。まず結果からお伝えしていきます。お相手から動きありますかっていうことで、動きはあります。ただ、どんな動きなのかっていうところも、深く見ていきたいです。今の現状、お相手、まだあなたと仲良くなれていない。
そこまで深く知らないとか、そういう現状が出ています。どうやって仲良くなろうかなとか考えてることは、仲良くなっていきたいっていうのが出てきているんですよね。しっかりとしたっていうのがあるので、具体的に対面してデートしたりとか、もっと手をつないで触れ合ってみたりとか、メールまだしてないんだったらメールの交換をして、実際にプライベートとして仲良くなってみたいなとかね、憧れ的な感じで向こうが思ってるので、まさかあなたの方から声をかけてくれるなんてとかね、そういうことも考えているかもしれません。考えてることとしては、ここすごくいいカードが出てるので、仲良くなっていきたいなとか、そういう気持ちを実現していきたいとかね、そういうことが出てるので、ただ現状まだ見えていないので模索していたりとか、声をかけるにしてもどうやって声かけようかなとか、関係性に当てはめてくださいね。もうすでに連絡先知ってるんですっていう方だとしても、じゃあどうやってデートに誘っていけばいいのかなとかね、あなたはどういうことを考えてるんだろうとか、それは好意なんだろうか、それともお友達として接してくれてるんだろうかとかね、そういうところまだ見えていないこと多いなっていうのが出てきてるんですね。そして仲良くなってこれから深く知っていきたいっていうところですね。友達としてまず始めていきたいとか、あなたってどういう人なんだろうっていうのを深く知ってから交際っていうところを考えたいとかね、そういうところも出てきています。仲良くなりたいっていうのが単純に入ってるので、まずそこからだよねっていうところです。ただしこのお相手、モテる方なのか、他にパートナーがいるのかっていうところで入ってきます。あなたが気にするところとして、ここね、女性のカードがかなり多く出てきてるんですよね。なので、お相手にすでにパートナーがいるとか、あとはモテるとかね、そういうところをあなたが気にされているんじゃないかなっていうのも出てきています。はい。で、そうでなかったとしたら、そのどっちが動いていくのかとかね、そういうところがテーマになりそうです。あなたから動くのか、お相手から動くのか、お互い様子見てるようなところ、さあどっちから動くっていうところで、ただお相手的には心がオープンにしようと思ったらオープンにしていけるので、あなたの方の意思とか、あなたがどうしたいっていうのが分かれば、動いてくれるというか、受け止めてくれるっていうところはありますね。中には立場のある関係性だからプライベートの中に持っていきづらいとか、そういうことを考えている方もいるかも。お相手の中でもそういうことちらっと入ってくるので、職場が一緒とかね、だからその職場内の関係性を崩したくないからプライベートにまだ行けていないとか、そういうことも出てるかもしれない。そして障害やあなたが気をつけるところとしても、ここにクイーンのカードが入っているので、お相手がモテる、またはお相手にパートナーがいるんじゃないかなというふうにも思いました。そして一番上にあるソードの9っていうのがあなたへのアドバイスです。ネガティブに考えすぎないでねっていうのがここで入ってきています。とっても今不安に思っていたり、ネガティブにとらわれていたり、お相手に他に良い人がいるのではないかというふうに考えていませんかっていうところで出てきています。あまりそこまで悩まなくても大丈夫。物事はそこまで思ったほどひどくはならないよっていう風に出てきているネガティブを表すカードなんですね。大丈夫。あなたがすごく痛みを恐れているっていう可能性もあります。辛い思いしたくないとか、これ以上悪くしたくないとか、緊張状態っていうのも表しているので、緊張してうまく話せないっていう方もいるかもしれない。今回浅い関係性で見てるので、あとはお相手にパートナーがいるっていう方はもうそれ以上踏み込まないようにしよう、踏み込めないとかね、そのように考えてるかもしれないんですよね。あなたがすごく思い悩んでいる、そこから抜け出す時なんだよっていうのは出てきています。あなたがネガティブに考えているから、お相手も見えないなっていうところがあるんです。ですが、この真ん中に出しているカードは、未来お相手からの動きありますかっていうところで、ソードのエースが入っているので、お相手は何か決めて、物事を判断して動いてくるでしょうって。そして2人の浅い関係性、ここに何かしら
問題点があるとするんだったら解決するし、そしてチャレンジを表すカードでもあるので、自分から仲良くなってみようとか、知ってみよう、深く知っていきたいっていう気持ちから行動に移すんじゃないかなっていうふうに読み取ることができます。あとは、お相手がパートナーがいなくてモテるんだっていう方だとしたら、あなたは自信がないって思ってるかもしれないんですが、そんなに自信がないって思わなくても大丈夫だよっていうふうにも出てきています。では、ルノルマンカードからお相手が伝えたいこととかね、動いてくるにしても何をきっかけにっていうところで1枚カードを出していきます。ソードのエースに対しての1枚、お相手が今見えていないって思ってるのはなぜなのかっていうところに対してね、見えていない現状から動くっていうところまでの間のカードです。14番、狐のカードが入ってきました。はい、ここはあなたが本心を見せるのかとか、お互いまだ見えていないっていうところですね。狐のカード、素直になっていくことっていうことも出てはきてるんですけど、今回の場合はお互いの本心がまだ見えていないから動けないとか、わからないとか、まだ何を考えてるのかとかね、仲良くなりたいと思ってるとか、どんな仲になりたいと思ってるのとか、それは職場の関係として、それともプライベートとしてっていうところでまだ見えていないことがあるから、それがはっきりすればお相手の方も動きやすくなっていくよねっていうところです。お相手の方も見せていくっていうところは出てきているから、あとはあなたが見せていくのかどうかっていうところも鍵となって入ってくるんじゃないかなと思いました。お相手の方はね、考えていることや、あと潜在意識ねっていうところ、心の声っていうところも関係性のことについて考えていたり、または生活の基盤の中にあなたがもうすでにいらっしゃるんじゃないかと思うので、同じ職場だったり生活圏内の中にいるんじゃないかっていうのも捉えることができます。あとは、あなたが一言仲良くなりたいんだよねみたいなことをもし勇気を持って言えたら、そこでお相手がぐっと動いてくれるタイミングにつながっていくのかもしれません。あまり深く悩まないでねっていうカードが出てきていました。大丈夫です。そこまで今現状見えていないだけで、そこまでねひどいことになるとかではないので、はい、ということで、フェアリータロットからあなたとお相手に対して1枚ずつ出していきます。これからどのようにしていけばいいのかっていうあなたへのアドバイス、そしてお相手の鍵になるようなカードを1枚出していきます。フェアリータロットから1枚ずつ出していって、そしてさらにオラクルカードからも1枚出していきます。はい、ではオラクルもアドバイスね、もらっていきましょう。お相手スターを出していて素敵な人だなとか、あとやっぱりね、笑顔が素敵とか、立ち振る舞いもそうかもしれませんね。上品でエレガントな方っていうイメージもあるんですけど、時折見せる無邪気な笑顔が好きとか、そういうのも入ってきます。ただ今あなたが悩んでいるので、ネガティブになっていて笑顔が今失われてるんじゃないかなっていうのもあります。持ち前の笑顔を出していこうっていうのも入ってますね。こちらは成功を表すカードです。そうですね、約束事ができるっていう風に捉えてください。なので、例えばまだデートしたことないんですっていう方はデートっていう風に流れていくでしょうし、連絡先まだ交換したことないっていう方はそこにつながっていくとか、今あなたの中で一つ目標にしていることが叶うっていう風に捉えてくださいね。交際までまだ浅い関係性だからね、交際に至るまでは時間まだまだかかる、ステップ必要なんだけど、まずワンステップはクリアできるっていうところで嬉しいことが出てくるでしょう。待ってるよっていうのが入っています。はい。なのでこのお相手からのお誘いだったり声かけっていうのがあるかもしれません。ではこちらのね、
フェアリータロットさんからももらっていきましょう。どっちもオータムですね。オータムの10とオータムのクイーン。これはお相手が、パートナーがいらっしゃるっていう方は家族カードが出てるので、お相手家族っていうのがテーマになってくるかもしれません。またはチームや団体を表しているので、そしてお相手ね、かなりペンタクルのカードが多かったので、職場が一緒とか、お相手の職場にあなたが顔を出すとか、そのような関係性であれば、仕事絡みっていうのがどうしても出てくるかもしれない。そして仕事仲間としても長くお付き合いしていきたいし、そしてプライベートの中になっていったとしても、どちらもね、仕事関係としても、そしてプライベートの中としても、どちらも長く付き合っていけるようにしていきたいっていうのがお相手のテーマです。こちらは、左側がお相手の動きに対する補足のカードと、こちらがあなたに対するアドバイスカードとして出しました。お互いの波長が合うんじゃないかなっていうのもありますし、あと現実社会でもうすでに同じ土台にいるというか、同じ世界にいる、つまりは職場が一緒とか生活の一部が共有されている方同士なんじゃないかなっていうのも感じるんですね。あなたへのメッセージとしては、ご自身の願いを実現させるために、今あなたは考えて、そして動けることがあったら動いたり、準備できることがあったら準備したり、整えていきましょうっていうのがアドバイスカードです。そして周りの方々に思いやりを持って接しているっていうのがここで入ってるんですね。それを十分あなたは行っているので、これからも引き続き行っていくし、そして自分自身も周りに対する思いやりと同じように自分にも思いやりを持ってくださいって、今その不安とかネガティブっていうところからなかなか抜け出せないっていうようなあなたの姿が出ているので、ここから抜け出していくには、今セルフラブ、自分自身を愛していく、大切にしていくっていうこともいいと思います。そしてあなたがいつも周りの方々に気をかけているので、逆に周りの方々からの援助、助けっていうのも入ってくると思います。支えてくれる人やお話を聞いてくれるお友達、ご家族っていうのも頼りにしてください。お相手とチームメイトっていうのが強く出てるんですが、どうでしょう。お相手もね、家族カードっていうのが出ているので、お相手にご家庭があるとかパートナーがいるっていう方じゃなかったとしたら、もうお二人は職場が一緒だったりとか、そういうチームがね一緒っていうのが入ってくるので、そこからステップアップしていくっていうのがお相手の動きです。ただ二人きりになるというよりは、まずはみんなでみたいな感じでも入ってくるんですよね。同じチームの中での交流を深めていくところから始めていくんじゃないかなとも思います。そしてしっかりと安定して落ち着いた関係性を育んでいきたいっていうのがあるので、ちょっとの時間の一夜のね、ワンナイトみたいなそういうことじゃなくて、これからもずっとっていうことで、公私ともにとかそういうことが入ってきます。お仕事でもパートナーとして、そしてプライベートでもまずはお友達から仲を深めていきましょうとか、あと社内の集まりとかからそこから育んでいきましょうとかね、そういう動きを見せてくれるんじゃないかなと思います。まあでも円満にやっていきましょうっていうのがあるので、いいんじゃないかなっていうのがありますね。そしてあなたへのアドバイスで、上品なものだったり、あなた自身が触り心地がいい、着心地がいい、心地がいいと思えるものを身にまとったり身につけたり、それは香りかもしれないしね、素材かもしれないし、こだわりを持ちましょう、もっと持って大丈夫とか、おしゃれしようとか、そういうことも入っています。品のあるものを身につけるといいでしょうっていうのがアドバイスとして入っていますので、少し奮発して新しいものを新調する、質の良いものを取り入れてみるとか、お手入れしてみる、髪の毛トリートメントしに行くとかでもいいと思いますし、自分にお金労力かけていきましょうっていうのもアドバイスとして入っていました。ちょっと豪華にしてもいいよっていうのが出ているので、それを求めていってもいいかもしれません。はい。でも成功っていうカードが入っていますので、2人が一歩近づく、仲が深まっていくようなことも出てくると思います。まだ見えてないよっていうお相手の現実だけど、考えていることは、それを
仲良くなっていきたいっていう気持ちを実現化させていきたいっていうような思いが出てきているので、なのでね、仲良くなってみたいなっていう気持ちはあるから、で向こうの方からも決めてくれたり動いてきてくれたりとかすることもあるので、あとはあなたが今整えておくべきことはネガティブからエレガントに変わる時ですよっていうことです。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。こちらはマジック X 魔法の卵、これは始まりを表しているカードです。希望を込めてこの卵にあなたが今彩りを与えていく時です。あなたのハートだと思ってください。この卵の殻を割った瞬間にそこから新しい始まりが生まれてくるんです。お二人のご縁、そして仲が育まれていくその始まりですね。この卵が割れるまでの間、あなたはこの卵にアートしてください。つまりはね、ご自身の中でおしゃれを取り入れてみたり、自分磨きをされたりとか、自分をより美しくしていくこと、この卵に絵を描くかのように、ご自身にも彩りをつけていってください。より一層ね、つけていってくださいねって希望を込めてください。この卵にアートして、卵の殻が割れていくのを待ちましょう。これから始まっていく素晴らしい楽しいことが始まっていくので、ワクワクしながら待ちましょう。ネガティブな思いで待っていても、割れた瞬間ってポジティブな気持ちで待っていた時の方が嬉しいですよね。なので今ここからもうさよならです。エレガントになっていきましょう。はい、こちらのメッセージもお受け取りください。ね、お相手ね、動いてくるよっていう風に出てきていたので、お相手からの動き、言動っていうのを見てみてください。ちょっと分かりづらいかもしれないので、しっかりキャッチできるようにしておくといいかもしれません。疑心暗鬼にならずにねっていう風に出ていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、浅い関係の片思い、お相手から見たあなたの印象、そしてこれから仲良くなっていきますかっていうのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。まずはフェアリータロットからお相手から見た今現在のあなたへの印象をもらっていきます。今はどんな風に見えているのか。まだ関係性が浅いということなので、あなたの存在に気がついていないよっていう方もいるかもしれないし、いやもう全然知っていて仲良くなりたいんだよねっていう方もいるかもしれません。見てみましょう。お相手から見たあなたの印象です。はい、スプリングの6番、積極的にお相手にお誘いしていたり話しかけたり勇気を持って行動されているっていう風に見られています。あなたの方から接近しているんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。話しかけていたり連絡先教えてくださいって言い出したのがあなただったりとか、あなたの方から積極的に動いているよっていうのが出てきています。なので積極的な方だなとか、よく自分に話しかけてくれるなとかね、何かあるたびに自分のところ寄ってくれるなとかね、そういうことを感じている。よく来てくれるなとかね、そういう風に見られているし、明るくて、そして積極的だし行動力もあるしっていうところでパワフルなエネルギーを感じているみたいです。そしてオラクルカードからももらっていきましょう。とてもいいですよね。情報通というか、流行り物に詳しいだったりとか、 SNS 活用していたりとか、あと流行の色、カラーとかお洋服とかに詳しかったりとか、いろんな情報を持ってるなってか、そういうイメージもありますね。なのであなたと一緒にいると最新の何か話題について盛り上がったりとかすることもあるのかなっていう風に感じますね。あと絶対約束を守る人っていうのもあるから、信頼がおける人っていうのも入ります。そうですね、強くて明るい人っていう風に入ってくるんですよね。なんでしょう、横向き横顔を見ているっていうように感じるんですが、
あなたの立ち姿だったりとか、デスクワークでもね、隣に座っていたりとか、横から見ているよっていうのもあります。でも一番入ってくるのは、強くて明るい方っていうのが入ってきますね。はい、あなたは分かりやすいんじゃないかなと思うんです。嬉しい時は嬉しいとか楽しいとか悲しいとかね、喜怒哀楽が伝わりやすいっていうのもある。イコール素直な方っていうふうにも思われているだろうし、かといって打たれ弱くはなくて逆に打たれ強いっていうのがあるから、ピンチがあった時にも乗り越える力を持っている人っていうふうに見られているので、そういうね、その課題を乗り越えようとしているあなたの姿を見ている方なのかもしれません。ではこの後お相手からの印象をもらっていったので、お二人の仲実際どうなっていくのっていうところを見ていきましょう。ではこちらのタロットカードから、もらっていきます。お相手から見た、これからの進展ということで、お相手はどんなことを考えている、または不安に思っている、あなたとどうしたいと思っている、結局このお相手は動いてくるのかどうか、そして逆にあなたはどうなのかっていうところをもらっていきます。はい、見ていきます。結果先にお伝えすると、すごく嬉しいことをこれから待ってるんじゃないかなっていうのが出てきています。お相手からあなたがドキドキするような、嬉しいって思えるようなお誘いをいただけるんじゃないかなっていうのが出てきていますよ。お相手は動いてきますね。あなたのところへやってくると思うし、とても好印象で思ってるんですね。太陽が入ってるので、あなたがすごく輝いていてポジティブに見える、まさしくこの印象通りの方っていうのが入ってきているし、または自分が動いていきたいっていうようなお気持ちもあるんですね。でもなんだろうな、もうちょっとゆっくり時間をかけて育んでいきたいとか、焦らずゆっくりとっていうのがあるので、お相手の方から動いてくるし、良いイメージを持ってるからすごく嬉しいんですよ。ですけど、ここで一つポイントとして、今あなたが感じていることとお相手が思っていることちょっとずれている可能性がある。だからあなたには今そこ見る必要ないよっていう風にカードが教えてきてくれてるんですよね。そこじゃなくてっていう風になんかこう視点、お互いの目標っていうか目的っていうかね、今見ているところが少し違うっていうのがあるんです。ゴールは一緒なんだけど、たどり着くまでの道、やり方、方法っていうところね、少しだけ違うんじゃないかなっていう感じです。全く違うからダメ、悪いとかじゃなくて、ちょっと軌道修正するとめちゃくちゃ良くなるっていう風に出ています。今でもすごくいいんだけど、素晴らしいんだけど、あまり焦らなくていいよとか、なんだろうな、こう積極的に動きすぎてお相手からの返事が遅いとかね、なかなかデートが決まらないとか、そういうふうに思って焦っているかもしれないですよね。あとは我先に仲良くなりたいんだみたいな、そんなお気持ちで溢れているかもしれません。あなたの方でお相手のことだけ見てねっていう風にカードが出てるんですね。そしてあとはお相手のペースに合わせていくというか、ちょっと待ってっていう風にここで出てきてるんです。今これ以上に、アタックするスピードを速めようとか、量を増やそうとか、そういうねアプローチ方法を少し見直してみてっていう風に入ってるんですね。ちょっと抑えめでいいよとか、ペースを落としていいよっていうことかもしれない。いや、私全然アタックしたことないんですって、勇気がなくて一度も話しかけたことないんですっていう方だとしたら、その逆に気持ちばかりが先走りしすぎていて行動に起こせているのかいないのかってところで見てみてねっていう風にも入ってるかもしれません。今自分がこうしよう、実際にこうやってるんだっていうことと、
あとね、向いている方向がお相手とちょっとだけ違うかもって、時間のずれ、ペースのずれっていうのもあるので、お相手どっちかっていうとゆっくりなんですよ。ゆっくりだけどちゃんと育んでいきたい、っていうふうに思ってるので、ちゃんとねここね出てきているから、この方から動いてきますよ。でも待ちきれないとかじゃなくて、ゆっくりゆっくりっていう風にね、あなたの方からお誘いしても、うんともすんとも、なんかこう微妙だなっていう風に思っているかもしれない。あなたの方からはね、やきもきしちゃうかもしれないけど、大丈夫。ちゃんとね、ポジティブなこと考えてくれてるし、どうやって仲良くなっていこうかなとか、浅い関係性なので、連絡先知らないとしてもこの方から聞いてくれるとか、自分の方から動いてくるんですよ。この人積極的にというか、歩みは遅いんだけど、この人のやり方とか、あと環境とかもありますよね。なかなか接点が持てていない関係性なのかもしれないし、でもね確実に動いてくるので、それを待つっていう感じでもいいんじゃないかなっていうのがあります。自分の方からあなたは動きたいっていう風にね、積極的な方だから、自分の方からお誘いしたいとかね、早く返事が欲しいとか思うかもしれないんだけど、待って待ってゆっくりねっていう風に入っていますね。純粋にまずはお話ししてみたいなとか、あともうすでに少し前にやり取りしたことがあるとか、連絡先交わしたことがあるとかかもしれないですよね。少し前のことかもしれません。あとはもう純粋に楽しみたい、仲良くなりたい、それだけですっていう風な。でもときめきも感じてるので、デートしたいなとかね、デートして楽しく過ごしたいなっていうのをシンプルに考えているお相手っていう風に入っています。これから動いてくると思うので、まだそのお相手からの動きを見てみてからでもいいんじゃないかなっていうのも入っています。どんな風に動いてくれるのかなっていうのをルノルマンカードでもらっていきましょう。いやでもすごくいいと思うんですね。向こうの方から動いてきてくれるので、例えばライバルのことを気にしていたりとか、ごめんなさい、これジャンピングじゃないので一回しまっていきます。周りのことを気にしていたり、あとパワーバランスっていうところで、どっちかが連絡過多になっていたり、不足を感じやすかったりしているのであればね、あなたの方であれば、そこはそこまで気にしなくていいよっていうところで、お相手は純粋にあなたと仲良くなっていきたいとか、そういうこと、明るいことを考えているので、焦りが見えているのかな。どんな風にお誘いしてくれますか、動いてくれますかってことで、コウノトリのカードも入っています。とてもいいんじゃないかなと思います。幸せを運んできてくれるコウノトリさんなので、しかもねお相手からの動きとして出しているから、お誘いやっぱりあるんじゃない、デート行こうって移動も表すカードだから、ちょっとお出かけしてみませんかとかね、あと冒険というか、なんていうのかな、今までの関係性より一歩前進しませんかとか、そういうことですね。前向きに検討してくださいとか、連絡先交換したことないんだったら、じゃあその先へっていうことで、連絡先交換教えてくれませんかっていう風に言われるだろうし、嬉しいんじゃないかなっていうのが入りましたね。いいです。とってもいい。はい。ワクワクしたりとか楽しいっていう風に思えるようなことなんじゃないかなと思います。では、そうですね、ここまで見てきたので、アドバイスもらっていきましょう。フェアリータロットさんからあなたに対するアドバイス、お相手の方からね動いてくるっていうのはもう分かったので、十分分かりました。太陽マジシャン、そしてカップの、ページさん、そしてコウノトリさん、ペンタクルナイトっていうところで動いてくるでしょう、この方。あとはあなたへのアドバイスです。じゃあ私どういうことをしておけばいいのっていうところで、そしてオラクルカードからももらっていきます。私どういうことをしておけばいいの、どういう気持ちで待っていればいいのっていうことで、または何か他にしておくことあるのっていうところも見ていきますね。はい、
はラブのカード。とっても素敵なバラのカードですね。あなたは自分が思っているよりも実は愛されている、前向きに考えてくれてるってことを今ここで気づく時がやってきますよっていう風にね、愛のカードが入ってきました。あなたは愛されていますって。なので関係性が浅いなので、なんて言うんでしょう、仲良くなっていきたいっていうことなのかもしれないですよね。すごく前向きに捉えてくださっているし、好印象なので、あなたが思っている以上にお相手、あなたのことについて考えていますよっていう風に出てきました。で、オータムの10、そしてムーンのカードですね。このフェアリータロットさんのムーンのカードは、一般的にね、タロットカードのムーンって先が見えないとか不安とかっていうのも表すんですけど、このカードはね、夢を見ようよっていう風にも言っているんですよ。絆を大切にしていきましょう。そして不安に思っていることを手放すっていうのがこのカードの意味です。ムーンのカードですね。自分の直感やインスピレーションを信じて、夢見る気持ちを信じて、そして今必要じゃないものは手放していこう。必要じゃないものって何って言ったら、多分そのあなたのカードを見ていると焦っていたりとか、不安から来る動き、考えとかね、そういうところもあると思います。周りを気にしちゃったり、周りと比べたりとかして、そういうところを今必要じゃないから手放していきましょうって、その方が気持ち楽になるし、ストンってなります。で、そしてあとはお相手との絆っていうところを信じてねっていう風に出ていますね。ここね、オータムの10が出てるので、チームとして同じ組織の中に属しているかもしれないですね。あなたとお相手が。そうじゃなかったにしろ、お相手とのご縁や絆を大切に感じてくださいっていうのが出ています。不安な気持ちが今、いろいろあって集中できていないんじゃないかなっていうのが出てるんですね。あなたの生活、分散されてるって、ストレスが溜まっていて集中できないとか、焦っていてイライラしたりとか落ち込んだりとかして不安定とかね、そういう風にも感じるので、今そこを安定させていきましょうっていうのが出ています。いいですね。でもあなたが真実の愛に気づく時ですよって、自分は実は愛されていたんだっていうこと、それが真実なんですって、そしてこれも真実が明らかになるでしょうっていう風に言われているムーンのカードだから、見えてこなかったものが見えてくる、明るみになってくるっていうことで、お相手がどうしたいのかとか、どう思ってるのか、どんな気持ちなのかっていうことがこれからはっきりとわかるでしょうっていう風に入ってきました。はい、ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。ハッピーポペット。ポペットっていうのはあなたのお気に入りですっていうカードなんですよね。そしてあなたは十分に満たされています。あなたが見た美しいものや、これをしたからとか、これをやったから、これを着たから、触ったから、食べたからっていうことで良い気持ちになったことについて考えてみてください。あなたのお気に入りっていうことですね。これ食べ物好きなんだとか、この色好きなんだでもいいし、このクッション好きなんだよねとかでもいいので、あなたのお気に入りぎゅっと集めてくださいって。そしてハッピーな気持ちでいましょう。お気に入りが近くにあると癒されたりとか嬉しかったり、ハッピーな気持ちになれますよね。分散されている気持ちを今ハッピーに変えていきましょうっていうのがアドバイスでした。今回は浅い関係性の片思い、お相手から見たあなたの印象や、今後2人は仲良くなっていくのかなっていうところをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、浅い関係の片思い、お相手から見たあなたの印象、そして2人はこれから仲良くなっていけますかっていうのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。まずはお相手から見た今現在のあなたの印象について見ていきます。フェアリータロットさんからもらっていきましょう。
今お相手からあなたはどのように見えているのか、どんな風に感じているのか。ドリーマーフールのカードですね。すごくいい。そして、オラクルカードも合わせてもらっていきます。ポジティブだし、何か新しいことを始めているところを見ているとか、挑戦するところ、あなたがあなたらしくいる、あなたらしいなっていう風に入ってくるので、何かあなたが今始めようと思っていることがあって、でもそれもあなたらしいなっていう風に隣で見ているよとか、そういうのも感じます。応援しているよとかね。そしていつもあなたらしいので、そこがすごく素敵とか、あとそうですね、自分の心に素直でいることなので、嘘とかも苦手なんじゃないかなって思うんですよね。あなたが自由奔放のように見えて、実はそうじゃないんじゃないっていうふうにも思ってる。しっかりと自分の目標、目指す場所とかどうしたいのかっていうのもちゃんと見えた上で、あなたは動いているっていうふうにお相手から見えているし、割とフリーな方っていう風に、身軽な方っていう風に、アクティブというか、なんかこう足取りが軽い方っていう風に入ってくるので、お誘いしたらいいよっていう風に軽く引き受けてくれたりとか、 OK してくれたりとか、そういうのも見てるような気がします。そして我が道を行く人っていう風に入ってくるんですね。でも柔らかい感じ、絶対何が何でもこの道じゃなきゃダメなんですとかじゃなくて、もうちょっと柔らかい感じで入ってくるかなと思います。あとインナーピースのカードですね。心の平和のカードだから、あなたがいかに心が穏やかでいられるのか、いるのか、そういう存在であるのかっていうふうに思われていると思います。悠々自適のように見える。だけどそれはあなたの心がいつも穏やかで落ち着いていて、そしていつもね、その自分らしくいようっていうお気持ちがあるから、気持ちフットワークが軽いんですよね。お気持ちも柔らかく軽いっていうところで、そういうところだから見ていて癒されるっていうところもあると思うし、一緒にいると自分のストレスだったり不安に思っているところがふわっと軽くなるような、そんな魅力の持ち主だっていう風に出てきています。はい、では、お相手からの印象をもらっていったので、じゃあ実際2人ってこれから仲良くなっていけるのっていうところを見ていきましょう。こちらのタロットカードからもらっていきます。こちらのお二人、どちらかが動くとかじゃなくて、そういう状況になるというか、周りの状況的になんだろう、状況的に仲良くならざるを得ないっていう言い方もちょっと違いますよね。チャンスがやってくるとか、どちらかが働きかけるとか、意識的に何かをするとかじゃなくて、チャンスが巡ってくるっていうように捉えるといいんじゃないかなと思います。急にやってくるからびっくりっていうような感じで入ってきました。向こうが仲良くなりたいから連絡取ろうとかじゃなくて、そしてあなたもね、そうじゃなくて、自然の成り行きかもしれないんだけど、それがいきなりやってくるって、急にチャンスがやってくるような、そんな感じで入ってきます。ただあなたの中で今ものすごく不安ですよねっていう風に月のカードが入ってきました。相手が何を考えてるかわからないっていうところが、正直お互い出てるところがまだある。だってそれは浅い関係性だからね、まだこれから深く知っていく必要があるよねっていうところを前提にしてね、見てください。深い仲だったらまた違うんだけど、まだお互い浅い関係性なので、
まだまだね、その相手がどういうこと考えてるんだろうなとかね、見えてこないことも多いと思うんですね。だからあなたの方で不安になりやすいっていうのがあります。でもお相手の方は今の距離感でもその悪くはないかなっていうふうに思ってるんですね。ただなんて言うんでしょうね。四角い箱の中にお互い入っていませんかっていうふうに感じるんです。この枠からはみ出てはいけませんよっていうようなルールをお互い勝手に持っていませんかみたいなね。その枠を抜けていきたいっていうようなお気持ち、お相手の方であるんですよね。ジャンプしていきたい。あなたのように身軽に自分もなっていきたいんだけれども、まだその相手がね、あなたがどう考えてるかわからないしって、悪い気持ちではお互い思っていないから探り合いっていうような感じもするんだけど、まだまだ見えていないし、自分もまだ見せていないところもあるし、今の関係性でも悪くはないって言えば悪くはないし、進んでいきたいって思ったら進んでいけるしっていうところで、どう動かしていこうかなっていうふうにお相手の中で感じてる感じがします。感じてる感じ、ごめんなさい。感じてると思います。で、今のままでもね、バランス取れてるといえば取れてるんだけど、それを明らかにさせるとか、枠をはみ出して仲を深めていくっていうようなことをしていきたいなっていう気持ちもあるから、どっちでもいいかなって適当に考えてるわけじゃないですよ。今の状態をキープする、あなたがもしそれを望んでるのであれば、今の状態キープしてもそれはそれで構わないし、もしもっと深く深くね、潜っていくような仲になっていきたいってあなたが望むのであれば、自分もその垣根を越えていきたいっていう気持ちがあるから、その自分の気持ちを見せていきたいんだっていうところもある。だからセーブするか進むかってところで、あなたに合わせますよっていうようなお相手のスタンスが見えています。なんでそういうスタンス取ってるのかって言ったら、まだわからないところがあるから、あなたが本当に仲を深めていきたいって思ってくれてるんだろうかとか、そういうところもまだ見えていないし、まだ自分たちの気持ち伝え合っていないところがある。気持ちっていうのは好きですとかかもしれないし、仲良くなりたいんだよねとか、連絡先交換しようか、今度どっか出かけるとか、そういうことかもしれないんですよね。そこがまだ合致していないというか、見えていないので、お互いがお互い模索しているというか、どういうこと考えてるのかなっていうふうに感じているところはあります。まだ見えないって、ベールに包まれているような感じって。ただ不安の方は、あなたの方は大きいですよね。どうなっちゃうんだろうこれからとか、2人って仲良くなっていけるのかな、すんごい不安だっていう風に思ってるんですけど、お相手の方がどちらかといえば落ち着いている。不安っていうよりは、あなたに合わせますよっていうスタンスなんですね。で、こちらが障害のところに強行のカードが入ってるので、だからそのお相手とあなたそれぞれがこの枠っていうところにとらわれていませんかとか、それはそのルールだったりとかね、あとはそうですよね、お仕事で言ったら仕事上の付き合いだったり、あと社会的な立場だったりとか、この人として仲良くしてくれてるんじゃないかなっていうふうにお互い思ってしまって、じゃあ異性として仲良くなっていきますかっていうところまで、まだそこまで思考が追いついていないとか、模索中とか、どうすればそこに持っていけるかなっていうような、その枠をね、超えるか超えないかっていうところでまだ考えてるよっていうような感じがお互いあります。そうですね。どうでしょうね。お相手、ここ一時停止のカードが出てきているんですね。なのでそうだな、ただあなたがもしどうしたいのかってことをはっきりと見せてくれるのであれば、この方今の関係性を乗り越えるというか、次の展開へっていう風に見せていくんじゃないかなとも思っています。出方を待っているっていう風に言ってしまえばそうなんですけど、ちょっとここのソードの4番、1枚もらっていきます。あとね、急展開のカードが入ってるんですね。結果として。なので、物事が急速に動き始めるんです。例えば、あなたとお相手の実際のお仕事として関わり合いを持つようになるとか、つながりができるとか、
そうですね、周りの影響によってっていうのが入ってくるので、あなたの方から近づきたいっていうふうにね、いついつ動こうっていうふうに思わなくて突然やってくるっていう感じです。突然なんかその仕事決まったよっていうふうに言ったらお相手がいたとか、そういうばったりみたいな感じで始まっていくので、そのどうやって始まっていくのかってことで1枚と、あとここですね、お相手が一時休止のカードを出しているのは、ここに出しているのがそのお相手の恐れや期待していることなんですよね。なのでそこで1枚もうちょっとね、どんなこと考えてるのかな。ブーケのカードか。お誘いするかしないかどうしようかなっていう風に、まだ止めてるっていうかね、いずれお誘いしようと思ってるんだけど、タイミング見てるとか、今じゃないとか、もうちょっと気を伺っているとかっていう感じで入ってきます。いつ動こうかっていうのを見ている、もしくは、ソードの4番だから、そうだね、ブーケのカードね、贈り物して、でもまだあなたが何を考えてるか本当のところっていうのが見えていないから、自分が贈り物して実際ねそれを受け取ってもらえなかったらどうしようかな、もうちょっと様子見て気持ち分かってからにしようかなとかね、今ちょっと抑えてるような感じ。なぜだったらここの本心のところとか、この辺りね、ここ動いていきたいっていうようなお気持ちと、で掴み取りたい勝利を表すようなカードで、認めてもらいたいってことなので、自分の存在感をあなたに知ってほしい、もっとくっきりと印象を残したいとか、そういうことも出ているかも。動きたいっていうこととブーケ、その自分の印象を残すなり動くなりするのは、もうちょっと様子見てからかなっていうのが出てるんじゃないかなと思います。そして物事が動く時って、もう少し具体的にどんなタイミングきっかけっていうところを見ていきましょう。月のカードです。具体的なタイミングとして夜っていうのがあります。月だからね、月夜の晩なんじゃないかなと思います。しかもこの月は満月でもなく新月でもなくてっていうのがあるから、具体的な時期が出るかもしれません。そうですね、これを見たタイミングから25、6日後、もしくはその本当に下限の月の時期っていうことなので、月の動きにチェックしてみてもいいかも。でも急激にやってくるので、まさかこんな時に、でもヒントとしてね、下限の月っていう風に具体的に出してくれたので、夜の時間、しかも下限の月の時期っていうこと、もしくは今から25、6日後ですね。月の動きちょっと無視しちゃうんですけど、25、6日後っていうことと、そうですね。でもロマンチックな感じになるんですね。たまたまみんなで集まって夜飲み会するぞって言って集まっていったら、実はお相手と2人きりだけにセッティングされていたとかね。で、2人きりで飲むことになったとかかもしれないし、夜デートできるようなことなのかもしれない。そうですね。じゃあ、それまでにどういうことしておけばいいですかっていう風なのもここで出てきてるんですよね。あなたから今不安っていうエネルギーを強く感じる、先行き見えないとか、どう思ってるんだろうっていうこととかね。まず今これから仲を発展させるにあたって、あなたの中で軽くするものあるんじゃないんですかって。十分荷物をコンパクトにいつも持ち歩いてるあなたなんですけど、今という今は重く荷物を持っていませんかって、重い気持ち抱えていませんか。なのであなたはどちらかというと気持ちが柔らかい方なんですね。それに対して今硬いものを持っているような気がするので、身の回りの硬いものありませんか？思い出してください。硬いものでもう使わなくなっているものがちょっと溜まっているような感じがする。それを手放すこと、処分することだったり、あとお気持ちもそうですよね。凝り固まっているお気持ち、こうなんじゃないか、見えないとか、ドヨーンって沈むようなお気持ちっていうのを手放して、もう新鮮な空気を吸い込みに行く、気分転換をする、新鮮な空気を吸ってリフレッシュするっていうことも必要でしょう。今気持ちのリセットが必要な時っていうのが出てくるので、浄化作業をやってみるといいでしょ
浄化っていうのはいろんなやり方があるので、あなたに合う浄化方法っていうのを探してやってみてください。中にはクリスタルで浄化したりとか、アロマオイル使ったりとか、キャンドルだったりとかいろいろありますからね、ご自身に合うリラックス方法を選んでください。ということで、気持ちのリフレッシュっていうところが出てくるかなと思います。もう少し柔らかくしておくことっていうのが入ってきます。ではロマンチックな展開ってことには変わりはないので、でもね、具体的に出ましたね。下限の月っていう風にありました。新月になる手前なので、もしこの動画をリアタイでご覧になっている方っていうのは、この動画は1月に出るので2月前半ぐらいかなっていうのがあります。この急展開っていうのがね、リアタイじゃなかったとしたら下限の月のタイミング、もしくは見た瞬間から25、6日後ぐらいかなと思います。はい、ではじゃあ私他にどういうことすればいいのっていうのを見ていきましょう。あとね、そのお相手って動きたいとか合わせるよっていうような感じのスタンスなんですね。そこについても、じゃあそのお相手はどんな風に考えてくれてるのとか、どんな風に考えてるのというかね、そのあなたが見えてくればっていう風に思っているので、もしあなたが今のままがいいって思ってるのであれば、それに合わせるっていうような感じなんですよね。だからお互いが意図していなくても物事が急激に動き出していくっていうのがあります。しかもロマンチックな方向にね。他に気になるところについてもらっていこうかなと思います。でもお相手はね、そのギフトをいつあげるかあげないかっていうところでチャンス見てるってことが出てきていますから、動くんですよね。動くというか、タイミングがあれば差し出したいものがあるっていう風に出てきているので、やっぱりじゃあ私何をすればいいのとか、何に気をつければいいのっていうところでもらっていった方が良さそうです。あなたがやるべきこと、気をつけること、様々な不安があるかもしれませんが、まずここですね。フリーダム。自由にいつものね、あなたらしく動いていっていく、もしくは気持ちを解放させていきましょうっていうことで、とらわれていることあるのかなと思います。いつもだったらとか、今までの恋愛だったらパッて動けていたようなことだったり、決められたこととかもあったんだけれども、どうにもこうにも今回ばかりは不安が拭えないとか、そういうところがあるかもしれないので、パッと気持ちを解放させていきましょうっていうことで、自分らしくいることとかね、あまり自分が苦に感じないようにすることっていうのがポイントです。そうですね、身軽にしておくこと、つまりはやはり今抱えている荷物が多いのかな、あとは重いものを持ってるのかなっていう気がします。重いっていうのが入ってくるので、そうですね、そのあたり目に見える形としては重さのあるもの、例えば冬の厚手のコートたくさん持っていて、もう使わなくなっているものが実は何着かあるとかね、それらを今取り替えていくというか、お別れを告げる時かもしれません。物質世界で重さのあるものかもしれないし、気持ちかもしれません。いろんなことを経験してきましたよねっていうウィンターのクイーン入っています。あなたはたくましく今までいろんなことを経験して考えて乗り越えてきたんです。だけれども今回の恋愛っていうのは今までの経験を生かした上で、その経験の中から今の恋愛にとってあなたにとってね、必要でないものを脱ぎ捨てていくタイミングでもあるんですっていうことがこのカードでも言われています。いろんなことを経験してきたので着込みすぎましたね。そして新しい恋愛、今この恋愛ね、浅い関係性を深めていくためにもう少し身軽になって、もちろん経験生かすことも必要なんですけど、使わなくなった経験っていうのを手放していって、考え方とか
不安な気持ちとかね、そういうところ今必要じゃないので、そこを手放して身軽にもっとなっていって、あと新しくまたこれから成長や経験につながることが出てくるので、一度童心に帰ったようなお気持ちで、こっちは大人の女性ですよね、こっちは子供のカードなので、一度気持ちが子供に帰るような、そんな風な、もう子供のようにやりたいからやるんだとか、そういうことでいいと思うんです。ここはこうしなければいけないわとか、今までこうしてきたからこうなのよとか、そうね、こうあるべきだわとか、こうしなきゃとか、そういうところから抜け出して、もっと自由に遊びたいから遊ぶんだとかね、そういう風なお気持ちでいるのがベターなのかなっていう風に入ってきましたね。そして笑ってくださいっていうのが入ってきます。今この恋愛のことを考えると、お相手の表情が見えないとか、あなたの表情が曇りがちだったりとかするかもしれないので、どうした元気ないねっていう風に言われたりとかしてる方もいるかもしれないですよね。お相手を目の前にすると緊張しちゃうとか、そんな感じでも捉えられるので、もう少しいつものあなたらしくというか、柔らかくというかね、元気にというのか、こんな風に自由なあなたっていうところを表現していられると、無理じゃないんですよ。これはもともと持っているあなたの魅力なので、そこをお相手に見せていくように、緊張を取れって言ってもなかなか難しいかもしれないんですが、あまり肩肘張らずにね、お相手と接していけると、なお良くなっていくのかなとも思います。ただ現状としては、これから急展開が訪れて、ロマンチックな出来事っていうのも起きますしね、そこに期待していきましょう。お相手の考えていること、チャンスを伺っているってことも出てきていましたので。では、お選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。バブルパワー、泡の力ですね。このシャボン玉の力っていうのを表しています。あなたの願いを今、空に飛ばす時がやってきました。そして泡って飛んでいって自由に飛んでいきますよね。解放も表しているんです。あなたの願いを解放させていきましょう。自分の表情を、そして感情を、願いってこともそうです。願いを込めてそれを解き放っていきましょう。こんな風なイメージでいてください。だから今泡がね、まだストローの中に詰まっているような感じなんですよね。それを今少しずつでも押し出していく、思い当たるところから始めていってください。気分が詰まっているっていう方はリフレッシュしに行ってもいいし、荷物たくさん今部屋に詰め込みすぎているって方はクローゼット整理するでもいいし、身近なところでできることから整理整頓とかね、流し出していくっていうことをやってみてくださいねっていうのが出ています。今回は浅い関係の片思い、お相手から見たあなたの印象、そしてこれから仲は深まっていくのかっていうことについて見ていきました。3番さん、急展開が待っています。そのために今できることについてもお伝えしましたので参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。浅い関係の片思い、お相手から見たあなたの印象、そして2人はこれから仲が深まっていくのかどうかについて見ていきました。今回は可愛いオラクルカード、新作のものですね。こちらのオラクルカードになります。とっても可愛い。はい、今回も、新しいオラクルカードを選択肢としてご用意いたしました。とても可愛いですね。はい。そして、今回は3択占いではなくて共通メッセージをもらっていこうと思います。こちらのセークレットディスティニーオラクル、絵柄がすごく好きなんです。とっても綺麗。こちらのオラクルカードから共通メッセージをもらっていこうと思います。その選択肢ごとにね、じゃあ私どうしたらいいのかなとか、どういうことすればいいのかなっていうアドバイスもそれぞれお付けしたので、今回は浅い関係の片思い、そうですね、共通して今私に必要なもの何ですかっていうことでテーマでもらっていきましょう。
今私に必要なもの教えてください。すべての方の共通メッセージです。では見ていきます。はい、こちらのカードです。抱きしめるっていうカードですね。今感情が溢れているかもしれません。それは不安な思いでいっぱいとか、目に見えないことだったり、あとは焦る気持ちとかね、不安や焦りだけではなくて、いろんな感情が今溢れているかもしれない。もしくは干からびてしまって今何も感じられなくなっている状態かもしれません。ですが、今その感情の揺らぎだったり溢れ返っていることや、逆に今足りないって思っていること、それすらも全て愛おしんで、そして暗く感じられる時間も受け入れていきましょう。あなたの内側にあるこの気持ちの揺らぎっていうのは、干からびていたとしてもね、そして溢れすぎていたとしても、再びまた調整が取れて穏やかな流れになっていくからです。最終的には精神的にも物理的にもきっと素晴らしいことがあるでしょう。あなたのすべての感情を抱きしめてください。そうすれば大きな繁栄と豊かさがあなたの人生に流れ込みます。今感情がブロックされていて動けないとかどうしようとか暗くなっている方っていうのは、その理由っていうのを探してみてください。自分の感情を無理にコントロールする必要はありません。溢れ返ってしまったなとかね、今ちょっと何も感じられないぐらいぼーっとしてるなとか、それでもいいんです。今の自分のお気持ちをそのまままず受け入れてぎゅっと抱きしめてあげてください。いずれ良いことが訪れて気持ちが穏やかになっていくからねっていう風に抱きしめるっていうのが入ってきましたね。この2番さんのハッピーポペットさんのカードとも似てるかもしれないんですけど、ぎゅっと抱きしめられるようなものを身近に置いて安心するのもいいかもしれない。抱き枕だったりとかクッションとかね、なんでしょう、ぬいぐるみとかこうぎゅっと抱きしめられるようなものを近くに置くと安心するのかもしれないですよね。それもいいかもしれない。お気に入りのものを近くに置いてもいいと思います。こんな自分ダメなんだとか、ネガティブな思い、手放さなきゃっていう風に強く今は意識しすぎる必要はないですよって、自然と手放しが行えていけるから、まず今の現状ね、不安だっていうことを受け入れようっていう風に出てきていました。はい、この共通メッセージもお受け取りください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。